皆さんこんにちは。10月28日に第3惑星の2回目統合が実施されました。30をはじめとする第1惑星の超強力ワールドに対し、どういった位置づけになるのか、また、初回に統合されたワールドは第3惑星でも注目するワールドといったことも理由になります。第2惑星についても順次実施されており、今回は3つのワールドを中心に集計を行いました。まずは、10月24日と統合後の10月31日を比較しつつ数値を確認します。そして週末の対戦相手を軽く確認したいと思います。最初に同盟戦力です。10月24日の第6惑星のトップ20のワールドはこちらとなります。上位は最近実施中の第2惑星含む、第1惑星で占められております。いくつかの第3惑星はトップ20内に存在している状態です。そして、10月31日の統合後ではトップ20の順位はこちらになります。3つのワールドが全てランクインする形となります。注目したいのが、52を超えてきているところです。これは52の特色でもあるのですが厳選され低く抑えていることも理由になります。他、1や2ともそれほど差がなくなっており、いつボイドで対戦してもおかしくない数値となってしまいました。次に指揮官戦力がこちらです。最初から統合後の順位ですが、3ワールドともトップ20に入りました。こちらは個人の上位8人といった少ない範囲の集計値ですので、偶然的な要素が大きく含まれます。30や246をはじめ上位が異常なのでグラフの傾きは少し大きくなっております。そして、副艦戦力がこちらとなりました。209はランクインしておりません。戦力と比較すると差は小さくなってきています。246の影に隠れていますが、255が今回統合ワールドよりも上位に位置することがポイントです。では、第3惑星内のみでの順位を確認してみます。同盟戦力はこちらですが、上位20くらい内に209も219も確認できません。219は52と同じような特色を持っており、非常に厳選されたメンバーで構成されていることが理由です。しかし、統合対象に2ワールドが選ばれた理由にもなっているのかもしれません。そして、10月31日時点のランキングがこちらとなります。上位8同盟とはいえ、最大で800人が対象となります。さすがに2回の統合で、第3惑星内ではトップのワールドとなりました。同様に指揮官戦力の10月31日集計値がこちらです。246が異常ですが、255が2位となっていることも注目です。ただ、8人のみが対象となっていますのでいかに怪物クラスのプレイヤーがいるのかといった要素が大きいです。さらに221が高い位置にいますが、ズクン氏が復帰後急速に成長していることが理由だと思われます。復帰おめでとうございます。第3惑星トップになってください。そして、副艦戦力です。こちらも指揮官戦力と同じような特色があります。これらは、上位8人ということが理由ですが、集計対象を増やせばもっと順位を上げることになると思います。そして、5つの要素の割合を合計したもののランキングがこちらです。同盟戦力、同盟殺害数、指揮官戦力、都市レベル、副艦戦力、指揮官殺害数です。246が現在でもトップですが、219はそれに迫る数値となりました。また、個人の数値が高い246に対し、同盟撃破数が高い統合後ワールドです。撃破数はボイドにおいて実績とも言えると思います。この集計のカテゴリ数が同盟2に対し個人が4となっております。上位8人以下の厚みが2回目統合ワールドにありますが、同盟撃破数がそれを示していると言えます。今後の対戦相手が楽しみになってきました。では、11月6日の対戦相手を確認します。まずは、163と209はそれぞれが対戦相手となりました。統合後初回の対戦は様々なことが起こりやすいです。それも共に統合後であればなおさらです。数値的には163が優勢に見えます。209は初回統合後、第2惑星などの猛者とばかり対戦してきました。結果は全く予想つきませんが、激しい戦いになるのは確実だと思います。同盟や個人のランキングは概要欄のウェブサイトよりご確認ください。次に219ですが320との対戦となりました。320はとても強いワールドです。しかし、219は統合前状態でも相当強いワールドでした。数値的な比較はほぼ219側に歩がある状態となっております。戦力が多ければいいというわけではありません。弱点も増えるからです。が、それを差し置いても219がこれを落とすということにはならないでしょう。219が統合後落ち着けば、52との対戦が見てみたいと思います。さて、統合に関連するワールドはここまでとなります。が、あえて少しだけ注目したいのが255の対戦相手です。
以前から246は数回52とイベントで対戦となっていましたが、255も52との対戦となりました。確かに246ほどではありませんが、255の数値はとても高い値となっております。そして、ボイドについても良い成績を残してきています。52は219の基礎数値をさらに伸ばしたようなワールドです。ボイドで52に勝てるワールドはなかなか想像できないレベルです。今後、2回目の統合が進めば30系のワールドとの対戦になるのでしょう。最後、内戦が終わった246ですが286との対戦となりました。もともと色々規格外であるため、もっと良い結果を残せる潜在的な能力がある246です。ただ、その強さゆえかあまりまとまった行動は少なかったように思えます。286は統合により、かなり強くなりました。第4惑星について触れませんでしたが同盟戦力トップです。どちらも全力を出し切り、その後の調子を上げて盛り上げてほしいと思います。それでは、今回の動画はここまでとなります。明日のボイドは燃やされないよう気をつけて頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。